こんばんは、ボスケです。バレンタインデーがね、近づいてきましたね。バレンタインデーといえば、気になるね、あの子にね、あんなものをね、渡すチャンスな日でもあります。というわけでね、今回は、このチャンネルでもね、バレンタインデーとしてどんなものを渡したらいいのかっていうのをね、チョイスしてきましたので、見てください。よろしくお願いします。冒頭ではね、あんなこと言っちゃいましたがね、バレンタインデーのためにね、双眼鏡を用意するなんてね、そんな人はいないですよね。これもね、去年からね、ずっと買ってたんですけれどね、開けるタイミングが全然なくって、ちょっとね、この機に強引にね、開けさせてもらうと、まあそういうことです。こういう機会じゃないとね、なかなか開封できないですからね。それでは開封します。これがね、今回紹介するビクセンのアリーナ H8x21mm です。もうね、早速この双眼鏡印象ね、すごい可愛いでしょ。特にコンサートとかではね、大人気の双眼鏡です。そしてね、この双眼鏡ね、ストラップもついてるんですね。このストラップ、普通の双眼鏡よりもね、ちょっと可愛めのストラップですよね。ちゃんとね、本体カラーに合わせたストラップがついています。他のメーカーはね、色が違ってたとしても、ストラップの色は黒統一だったりしますが、このビクセンのアリーナ H は双眼鏡に合わせた色のね、ストラップがついているんです。ここのところ素晴らしいですよね。それではね、ストラップ開けます。ほらほら、このようなね、可愛らしいストラップがついています。で、ワンタッチでね、こうやって外すことができるんです。これはね、ストラップがね、邪魔な時にね、簡単に外すことができるのでね、大変重宝すると思いますよ。で、いやいや、私はストラップ外すことなんてないよっていう人は、これをね、外したところで、これだけでもね、ストラップになりますので、なかなかね、考えられたストラップですね。ストラップについてはね、肩持ちです。片方にストラップをつけます。そしてこのようにカッチャンと。ほら、すごいスタイリッシュですよね。私ね、可愛い女の子じゃないんですけれど、このね、顔をね、可愛い女の子にしたらね、なんかね、コンサートとかで持っててもね、双眼鏡が道具じゃなくってね、ファッションの一部としてね、入るんですよ。ここがね、ビクセンがね、コンサートとかで支持されている理由のね、一つだと思うんですよ。でね、この双眼鏡はね、ファッション性が高いだけじゃないんです。光学性能もね、非常にね、高いんですよ。私がね、以前、双眼鏡バトルロワイヤル 8x21mm 編、他の編作ってないんですけれど、8x21mm 編の双眼鏡で私がね、ナンバーワンに選んだ双眼鏡です。それではね、この双眼鏡がね、なぜね、綺麗に見えたかっていうのをね、秘密を紹介します。ここなんですよ。なかなかね、うまくね、映らないかもしれないですけれど、この双眼鏡の中にはね、遮光管というものがね、入ってるんですね。で、当時2位にさせていただいたこっちのね、ニコンの双眼鏡はね、遮光管はね、あることはあるんですけれど、遮光管がね、大きくてね、航路よりもだいぶね、離れたところにあるので、遮光管のね、意味を取ればね、こっちの方がね、設計的にはね、遮光効果があって、コントラストがね、非常に高い双眼鏡だったんですね。はじめね、こうやって比較してね、なんかね、こっちの方がよく見えるな、なんでだろうなってね、すごいね、疑問に思ってたんですけれどね、こうやってね、よく見たらね、そういう違いがあるかと思ってね、それでこのビクセンの双眼鏡をね、1位にさせていただいたわけなんです。ですので、ファッション性もね、さることながらね、光学性能もね、こっちはニコンの双眼鏡にもね、勝るぐらいの光学性能ですので、私にとってはね、この 8x21mm の5000元未満クラスの双眼鏡ではね、おすすめナンバーワンなわけなんです。で、さらにね、コンパクト性、それがね、だいぶ違うんですよ。ニコンはね、一軸タイプ。このね、一軸タイプはね、悪いことばっかりじゃないです。非常にね、頑丈に作られるっていうね、ことがあるので、光軸が狂いにくいっていうメリットもあるんですけれど、やっぱりね、このタイプって携帯性をね、重視しますので、このね、二軸タイプでこれだけね、コンパクトにまとまるボディっていうのは、このクラスにとって選択肢としてはね、ありかと思います。なのでね、気軽にね、ポケットの中にね、も入れられるわけなんですね。最近ね、僕ね、動画撮るときね、ポケットが小さいんですよね。ちょっと入らない。はい、テイク2。ね、ポケットにね、気軽に入りますでしょ。ということでね、私的にはね、この双眼鏡、だいぶ気に入ってる双眼鏡なんですけれど、なんでね、今頃買ったかっていうとね、私ね、ちょっとやっぱり双眼鏡のね、研究をしたくって、実はね、これよりね、フルマルチコートのね、最新型のね、タイプを持ってるんですね。こっちが最新型です。最新型のね、こっちと何が見味が違うのかと思って、あえてね、こっちの古いタイプの双眼鏡もね、
購入したわけです。まあね、最新型のね、双眼鏡と比べるとね、だいぶね、デザインもね、変わってきてるみたいです。ただね、古い方って言っても、ビクセンさんのね、ホームページからはね、消えてるんですけれどね、店舗上ではね、全然消える気配がないですね。一応ディスコンにはなっているんですけれど、まあっていうかね、一ユーザーとしてはね、この製品はね、非常に手頃に入りますし、カラーバリエーションもね、5種類あって、とてもいいので、できればね、私的にはね、ディスコンさせてほしくない商品かなとは思ってます。私としてはね、こっちの HD はね、HD として、これのね、上位スペックのモデルとしてありだとは思うんですけれど、こっちもね、やっぱりカタログには残してほしいなと。なんかね、最近のビクセンさんはね、とてもね、いい製品をね、ポンとね、ディスコンされちゃうんでね、ちょっとね、そこら辺はね、ユーザーとしては、あれとね、首をかしげる時が多いですね。まあこっからはねあんまり気張らずにね個人的なことをねどんどん喋っていこうと思うんですけれどね、まずねなんでピンクを選んだかっていうところなんですよ。別にねなんだろう男だからピンクおかしいっていうねそういう時代ではないんですけれど、まあ一応ね私は別にピンクっていうのはねまあそこまでね自分の好みの色ではありません。一応私ね研究用に買いましたがね、研究が終わったらねこれをね売却する予定ですので、売れるんだったらねピンクの方が売れるのかなと思ってねピンクを選びました。他にもね黄色とかブルーとかグリーンだとかパープルだとかありますが、そういった意味でね私ねちょっと柄にも合わずこのピンクを選んだわけです。まあ買った以上使いよっていうねそういう話もあるかもしれないですけれどね、一応あくまで研究用として買いましたので、まあ世の中にはねそういう人もいるんだということでね、まあそこはご理解いただければと思います。さてさっきねストラップの話したんですけれど、ポーチもね実はね双眼鏡と同じ色のポーチがついてます。これもねストラップと一緒なんですよ。他のメーカーの双眼鏡だったらどんな色でもね同じポーチをねつけてますよね。まあそっちの方がねコスト的にもねメーカーとしては助かるわけなんですけれど、まあビクセンはねあえてね双眼鏡と同じ色のポーチを使用しています。まあ心当たりがねコストのかかる一因だとしたらねポーチぐらいはねまあ白一色とかにしてもねいいかなとは思うんですけれど、まあただねこういうところもね企業努力でねそうされてるわけですね。でねアリーナHにはねこのポーチの他にもね別売りのオプションポーチがあって、それがね結構ねまたおしゃれなポーチがありますのでね、そちらの方もねご確認いただければと思います。ほら入れたらねこんな形になりました。これがね双眼鏡ですもんでね燃えますよね。やっぱりね双眼鏡とかをね男の子から女の子へで女の子からね男の子へねプレゼントすることとねあんまりないかもしれないですけれど、例えばね彼女さんや彼氏さんがアイドルとかのコンサートでねライブを楽しんでいるようなねことが多い人だったらねこういう双眼鏡をプレゼントしてあげるとね心をねわしづかみにするかもしれないです。でね今のね若い子ってね双眼鏡って言わなくてねビクセン持ってくって言ってもね通じるみたいですね。コンサートではコンサート用の双眼鏡のね代名詞になりつつある。なのでねブランドを気にする方にもね本当にねおすすめできる双眼鏡です。はい、それではね、この双眼鏡を持って、またね、これの見え味を確かめに後日撮影に行こうとは思っていますがね、まあ今日はね、これで私お休みしたいと思います。まあね、バレンタインということでね、私もね、一応、まあ結婚してますのでね、このように嫁さんからねバレンタインチョコをねもらいました。寝る前にねチョコをね食べるといいっていうのでね、ちょっとこれ一口いただこうと思ってます。これはね実はねフォルクスワーゲンのねチョコでねモロゾフとね共同開発してるものですね。ほらこのようにね缶になってます。やっぱね私みたいにねいろいろね機材が多いとね、まあこれはデメルのザ・ハートルテの蓋なんですけれど、後で容器に使えるものってね非常にね嬉しいですね、もらうと。まあでもね双眼鏡は入らないな。単眼鏡を入れるケースにしようかな。以上余談でした。さてさて、これがどれだけ遠くにあるかというと、あんなに遠いんだな。やっぱりね、双眼鏡ってすごいね。はなだ、いるこいらんな。するな。
ってきました。いかがでしたでしょうか。結構ね、遠くにいた馬や羊がこれで見ることでグググググッと迫って見えましたよね。ですのでドームだとか結構遠いところでも顔のドアップまでは見れないとしても、結構ねその姿の雰囲気っていうのがね楽しめられる倍率だと思うんですよ、8倍っていうのは。ですのでね、双眼鏡を買ってみたいなと思う方はね、まずはねこういう8倍 21mm これぐらいの小さい双眼鏡からスタートでもいいので、1台ね手にするとその迫力というのがね実感できると思います。ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。